こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、バカは搾取される、気がついたら人生苦難になってしまう。そういったことについて解説していきたいと思います。ですね、僕自身、新入社員、昔の頃はですね、ほんとバカでですね、搾取される側の人間でした。で、毎日ですね、同じことを繰り返していて、人生どうなるのかわからない。でもそれにすら気づけない。そういった状況になってしまってました。今日はですね、当時の自分が、どういうふうにですね、搾取されていたのか、そっからどうやって抜け出したのか。で、今はですね、おかげでYouTube とかブログとか不動産投資、いろんなもので授業でお金をかなり稼げるようになってきてるんで、そういうステップにどうやって移行してそれを詳しくですね、実例を交えて体験談をもとに解説していきたいと思います。まだ全然遅くないと思うんで、いつからでもいいので、少しでもね、早く、こっちのですね、自分自身で、行動して変えていく人生を変える、そういう人が少しでも増えればいいなと思って、解説していきたいと思います。今ですね、惰性で過ごしていると結構人生、正直言って辛いと思います。終身雇用が終わってしまったりだとか、年功序列が終わってしまった。なのでですね、同じことをずっとやっていって、頑張っている。頑張ってんのに楽にならない。そういった方すごい多いと思うんですよね。でもそれは間違いなく、その通りで、今後ですね、ますます苦しくなると思います。あと、失敗しがちなことですね。僕自身どうやって失敗してきたか、どうやって抜け出したのか、解説していきます。で、日本のですね、将来残念ながら明るくはないと僕は予想しています。で、世界の企業にですね、やっぱり勝てなかったガーファーだとかですね、そういった企業、あと三世だとか、そういう強い中国の企業とか韓国の企業にも負け始めているっていうところで、日本の企業、一部ね、トヨタとかまだ頑張ってるところはもちろんあるんですけれども、その10年前、20年前に比べて圧倒的に日本のですね、企業のシェアっていうのがかなり落ちていると思います。でもう負け始めてますし、で、一方日本はですね、少子高齢化、どんどん今後高齢者が増えていって、医療費だとか年金問題かかってくるし、若い人が減ってくるんで人手不足になる。そういったところからですね、さらに税金だとかの負担がアップするし、今ですね、物価もかなり上がってきてますよね。物価は上がらなくても内容量が減ってる、なんかサイレント値上げみたいなことを言われたりとかしていて、で、それでいって、賃金が上がればいいんですけれども、定期昇給がカットするとかですね、報道されたりとか、今年功序列がなくなってるんで、そういう、長くいれば給料上がっていくってこともないですし、一方で終身雇用も、終わっていて、早期退職制度でですね、45歳以上はリストラされるみたいなですね、そういう、厳しい状況になってきてます。なので、このままですね、普通に、働き続けて幸せになれればいいんですけれども、そうなれる可能性は徐々にですね、難しくなってきてるっていうのが、自分の考えで、普通にやってると多分みんな沈んでいくと思います。でですね、頑張ってるけど、やっぱ楽にならないっていうのがあると思います。やっぱり頑張ればね、報われるんじゃないか、そういうふうに僕も昔は思っていて、そういう行動してたんですけども、がむしゃらに何かをやったからといって報われるわけではない、残念な事実としてですね、あります。でやっぱ惰性でですね、やり続けたとしても、そこからですね、同じことの繰り返しで、周りはどんどん悪くなっていくってことなので、気づいた時にはもうかなり、こんなはずではなかったってなるかもしれないと。でそういうふうにですね、いろんなところで、搾取、知らぬ間にですね、搾取されている可能性があると。自分自身もそうなってました。で、ひたすら頑張って、なんでこんなことに、よく報道で見ますよね、仕事を頑張って、派遣切りにあったとかね、頑張ってるけどとかって、やっぱみんな頑張ってはいるんですよ。だから頑張ってないとはね、誰しも思わなくて、みんな頑張って生きているんですけれども、でも頑張って、惰性で頑張ったところで報われるかどうかっていうと、そうではないですよ。もっとフォーカスして、今日今から話すんですが、こういったことを頑張らないといけないっていうのをないと、いくら頑張ってもやっぱ楽にはならないです。そうならないように、実体験を交えてですね、解説していきたいと思います。で、僕自身がですね、そういうふうに頑張ってたけど何も楽にならないし、将来がですね、そういう明るい未来ではなかったところがあったりとかして、まず仕事が辛いっていうのがあってですね、本当に新入社員の頃は仕事が辛くて、やっぱうまくいかなくて怒られてばかりみたいなですね、そういう状況にありました。なので、とにかく会社行きたくないなとか辛い毎日とかで、仕事向いてないから辞めたいなとか思ったりとか、ずっとそう思って、ひたすらですね、やっぱ一日が早く終わって、何事もなく終わって、土日が来るのを待ってるみたいな、そういう生活をですね、最初のうちはそうなってました。で、それだけ土日が来るときは楽しいんだけど、土日遊んでですね、また月曜日が来るとちょっと憂鬱になるみたいなですね、そういうことやってました。で、土日はですね、一方で現実逃避するんで、土日に遊びまくりますっていうことでですね、仕事を忘れる。でもね、心のどっかでやっぱ引っかかってんですね、仕事嫌だなっていうのが。なので、どっかね、全力で遊びきれないみたいなね。
で、そういうなんかストレスとか抱えてるんで、まあ欲しいものを買ったりとかしてですね、浪費しまくってました。まあ今でこそですね、そんなに無駄遣いしないと思うんですけど、多分当時の方が結構買ってて、まあちょっと特徴的なことを言うと、車ですね、1年間、まあなんかスマホ変える、携帯変えるのと同じぐらいのペースで、それ以上かで車乗り換えたりとかですね、まあ結構いろんな浪費してました。なのでお金も全然たまらないですし、まあむしろ貯金減っていくみたいなですね。で、日曜の夜はちょっとテンション下がると、まあドライブ行ったりとかいろんなこと、ギター弾いてみたりとかいろんなことやってたんですけども、でも本当それが楽しいのかっていうとですね、どっかやっぱ心で引っかかってて、やっぱりこう月曜日が来ると悲しいと。まあお盆休みとかね、すごい嬉しかったりとかするんですが、まあそういったね、お盆休み明けたりするとまた悲しいみたいなね。で、実際仕事になれるまで僕2年以上かかりましたね。なので2年間ぐらいずっと、忙しいとかよりも仕事が嫌だっていう時期がまあ続いてましたと。で、まあいろいろやることで仕事がですね、慣れてきたりとかすることで、まあ仕事がどんどん忙しくなってくるっていうのがあって、まあそこをですね、まあ自分自身も仕事頑張りたいと思いはあったんですけれども、慣れてくるとどうしても仕事に没頭し始めると。で、まあ自分でね、こう頑張りたくって研究開発の仕事をしてたんで、まあこれをね、自分自身で成し遂げる、成り遂げるんだ、みたいなのをね、そういう思いがあって、まあずっと頑張ってはいたんですよね。ただまあ、それでもね、頑張りすぎて、平日やっぱ仕事とかでも体力残ってなくて疲れ果ててしまってですね、まあそういう日々を送ってました。なのでもう仕事だけでもね、こう魂をすり減らすみたいなね、徐々に、まあ疲れていったりとか、まあ大きな怪我とか病気したりとかしたこともありましたし、まあとにかく疲れ果てていると。で、まあ土日は体力回復してですね、ひたすら寝て起きたら夕方とかね。で、なんかのそのそね、ご飯食べに行ったりとかして、家帰ったらもう夜になって、まあそっからね、家事やったりとか、なんだかんだも一日土曜日は潰れて、まあ日曜日はみたいな、まあそういうですね、感じになってたと。なので、それがね、本当にいいのかどうかっていうと、まあそういうのが幸せだとは当時はですね、別に何も思ってなかったんですけども、まあそれが自分の人生で幸せだったかって言われると、まあちょっとですね、何のために働いてんだろうって思うところが今思うと確かにあったなって気がしますね。で、実際リーマンショックとかですね、まあ会社が潰れかけたりとかして、もしね、会社がなくなったらどうなるんだっていうことをまあ本当にですね、危機感を覚えたっていうところがあって、まあ会社がね、大赤字になって潰れかけたりとかすると、本当もう仕事だけにフォーカスしてるんで、自分のこう、会社でしか役に立たないようなスキルでこの仕事しかできない。そういった状況で、まあ、会社がなくなったらですね、生きていけないんじゃないかっていう危機感をですね、まあ、初めて2008年ですね、そういうきっかけがありましたと。そうなった時に、非常にですね、会社が潰れた時に再就職できないんじゃないかとか、自分で稼いでいけるのかとかですね、非常に不安になったと。お金もですね、全然貯金もないっていうんで、まあ当時、中国株とか持ったりとかしたんですけど、まあそれも一気に暴落してしまったっていうところがあったりとかしたので、まあそこで、まあ初めてですね、何も考えずやっぱ惰性で働いていたんですよね。で、まあ、働き続けて頑張ってればね、いつかこう昇進していって、それでまあ給料が上がって、で、自分のやりたいことも実現できて、それがまあ夢に近づくっていうふうに思ってたんですけれども、いや、ちょっと待てよと、このまま働き続けて一つのことしかできない。それで、リスクがまあかなりあるんじゃないかっていうふうになってて、本当にそれが自分の望んでた人生なのかっていうのはですね、結構思ったりとかするようになったりしました。で、まあ今思うとやっぱもうね、霧の中で生きてたような感じで、まあ当時全然気づいてもないんですけれども、このままもう自己犠牲っていうか、まあ仕事をするのはまあ報酬として当たり前なんですけども、全勢力を使って、もう仕事やって疲れ果ててですね、まあ何も土日できないみたいな、そういう、生活がですね、それがまあいいのかどうかっていうことをちょっと若干思うようになってますと。で、会社はですね、あっけなくリストラすると。で、まあそれは仕方がないことだと思うんですね。赤字になったりとかすると儲けらんない。まあ、あと会社が潰れるとかですね。なので、まあ本当にそういったことを考えずに働けばですね、まあ頑張ってれば、だから頑張り続ければいつか道開けて自分の理想に近づくと思ってはいたんですけれども、本当そこの自分の思う理想とですね、今のこう頑張ってるとかもう繋がらないんじゃないかっていうところが少し思い始めてきたんですね。で、本当に会社命みたいな人生でいいのか、まあ例えばね、家族がいたりだとか、他にもですね、いろんなこう趣味に生きる、いろんな生き方あるんですけども、自分はまあ、とにかく仕事を頑張っていれば、それが幸せになると思ってたんで、まあひたすら頑張っていたっていうところで、そうじゃないんじゃないかなっていうところで、やっぱ自分のですね、やりたいことと、まあ仕事とのですね、そのライフワークバランスとか言われてますけども、本当にまあこの時にね、バランスやっぱ取っていかないといけないなっていうのに気づいたっていうのがきっかけですね。なのでまあこのまま働いてたらきっとですね、仕事ずっとやって、で、
稼いだお金は全部使ってしまって、それで、仕事を頑張っていて、で、ある日突然会社が潰れたりとかですね、リストラの対象になったりとかして、これまで頑張ってきたのに会社はなんで俺に対して報いてくれないんだと、裏切られたとか、そういう風になってた可能性あったんですね。それが搾取と言われるかどうかって人それぞれ感じ方だと思うんですけども、そうなる可能性はあったっていうところで、じゃあ一体ですね、どっからそう抜け出したのかっていう、すぐにね、ある日突然魔法がかかって、生まれ変わるわけにもいかないので、本当ね、地道な試行錯誤になってたんですけれども、なので、かといっても働かないとですね、食っていけないってところあるので、働きながら、いかにですね、サラリーマン、サラリーマン16年やってきたので、そのサラリーマンやりながら、その自分の副業スキル上げたりとかっていうのはどうやっていきたのか解説すると、まずですね、やっぱ自分の時間を作るっていうのは非常に重要ですね。やっぱり、仕事はですね、仕事で自分は仕事も好きだったので、仕事はしっかりやると手抜かなくて全力であって、かなりですね、働きまくってて、年間ですね、900時間ぐらいかな、残業時間とかやったりとか、900とか、1000とかですね、そういうのやったりとかしてましたね。でも、自分の時間はしっかり作るようにして、その働き方とかですね、うまく人に振ったりとか、分散させたりとかですね、とにかくやっぱ時間がないことにはですね、何もできないっていうのがあるので、疲れ果てない程度にですね、働いて、で、やっぱ人生はですね、時間がなくなると、それは死を意味するってことになるので、とにかく時間を使うためにはどうしたらいいんだっていうことをひたすら考えてましたね。なので、そういった中から業務効率を改善したりだとか、一人でね、抱え込んだりとかしないとかですね。本当ね、会社でどうしようもなくって常に仕事が降ってきて、もう全然体力疲れ果ててるとかだったら、転職とかっていうのも候補としてありなのかなと思ったりとかしますね。まだ転職っていうのはかなり、まだ若干あると思うんで、今後ね、景気がどうなるかわからないので、転職って難しくなるかもしれないんですけど、まだ比較的いけてるんじゃないかなって気はしてますね。そういうふうにして、まずとにかくですね、自分の時間を作る。そこを、本当に、まず考えた方がいいと思いますね。っていうか、そこを考えてましたね。で、次に、浪費をやめましたね。本当にやっぱお金貯めないとやばいって、もう会社潰れたらね、生きていけないっていうか、もう住むとこなくなったりとかね、実家もなかったりとかするので、行くとこもなくなってしまうと本当困ったりするんで、そういう風にして、お金を貯めなきゃいけないって危機感がありましたね。で、浪費をやめて貯金して、例えばその後ね、9年間同じ車、プリウスとか乗ってましたね。だからお金はどんどん、昔に比べて、毎年車乗り継いでる時よりもお金はどんどん増えているし、浪費やめたんでお金は貯金溜まっていくんですけれども、ずっと同じ車に乗り続けですね、それでお金を貯めて、そのお金を投資に回したりとか、してましたってことで、そういう浪費をやめましたね。あとこれ、他の動画とかでも言ってるんですけれども、毎月の貯金の、残高とかをチェックして、日々ですね、どれぐらい使ってるのか大まかに把握して、それで、自分のお金が増えてるのか減ってるのかってまず把握するってことがすごい重要なので、それを見てですね、減ってるようだったらまずいですよね。口座が。減り続けてボーナスで回復して、減り続けてボーナスで回復してみたいなことをすると、そういう日々のですね、月々の収支がおかしいってことなので、そういうのを見えるようにして、じゃあどこをですね、削っていけばいいのか。例えばね、格安シムにして、今で言うと格安シムにして、月々の浪費を抑えるとかですね。そういうことをして、やるのがいいと思います。今はね、僕自身は、事業をやってたりとかするんで、格安シムにするメリットはほとんどないのでですね、やってなかったりするんですけども、お金がない初期の時とかは非常に有効だと思うんで、そういうふうになるべく無駄な浪費を抑えるっていうのはすごい重要ですし、そういうの勉強しないとね、本当稼いだ分垂れ流すみたいなね、そうすると全然溜まってかないんで、それでいいのかどうかっていうのでね、いいと思う人は別にいいと思うんですけども、でもふと振り返ってね、仕事なくなったりとか、お金何かやろうとした時にね、入院してしまって働けなくなったとかは、やっぱ非常に困るんで、最低限は貯めといた方がいいかなっていうふうに思ったりしますね。で、他にもね、僕はやってなかったですが、リボ払いとかね、クレジットカードリボ払いで、20% 近くの金利かかったりとかですね、全然元金減っていかないんで、それすごい、デフォルトでリボ払いとかなってたりするんで、ほんと気をつけた方がいいですね、カードのやつとか。気づいたら借金300万ぐらい溜まってて、リボ払いで年間ね、5、60万ぐらいその利息だけかかるみたいなケースが結構あるんで、そうなると自己破産かなり、近くなってくると思うんでですね、リボ払い本当注意が必要ですし、借金してね、頑張った自分にご褒美とかでですね、車を、ローンで買ったりとかね。経営者とかね、節税のために、キャッシュアウトしないようにローン使って車買ったりとかするんですけども、そういうのが別で、本当初期の頃ですね、浪費で車買って、それで自分の
お金買えないけど、融資でカーローン使ったりとか、まあそういうのはですね、あんまりやらない方がいいかなっていうふうに思ってますね。まあどうしてもね、人生の、かけてもそれが欲しいんだったら、まあありかもしれないんですけれども、で、とにかく自己投資ですね。まずは自分に投資するのが一番リターンいいんで、まず自分に投資し始めましたね。まあ、今振り返ると自己投資だったんですけど、当時はそんなあんま深いことは考えてなかったんですけど、今考えると自己投資してました。で、まず勉強する環境が結構重要かなと思ったんで、机を買って椅子買ってパソコン買ったりとかね、ちゃんとしたパソコンとか早いやつですね。固まらないやつはまあそういうのやって、ちゃんと環境を作ってですね、まあ特に椅子とかね、アーロンチェアっていう結構十数万する椅子をですね、2008年か9年ですね、の時に買って、で今でも使ってますね。だからもう十数年使ってるっていう風になるんですよね。まあそう考えるとね、十何年使って十何万だったらね、年間1万ぐらいでコスパいいかなっていう。まあそっからね、椅子座ってどんだけのこうお金を生み出したのかっていうとね、もうほんと何百倍にもなってますね、その費用対効果は。あと、ルンバね。これも前動画でやったりしたんですけど、ルンバを買って、掃除機かけなくてよくしたりだとか、ドラム式洗濯機入れて干さなくてよくしたりとかですね。確かに高いんですよ。これも8万とかでドラム式も20万とかするんで、安くないですね、全然。ただ、それでですね、今もね、これ同じの使ってるんで、結構もう10年くらい同じの使い続けてるんで、そう考えるとね、時間の節約ってむちゃくちゃ効果ありますよね。で、その後ね、もうちょっととなると家事代行とかで今、部屋中今掃除してもらったりとかしてるんで、どんどんそのステージに合わせてですね、いろいろ変えていくのがいいかなって思ったりしますので、今は家事代行とかで、やってもらった間にブログの記事書いたりとか、YouTube のネタ考えたりとか、本読んだりとかですね、そうやってですね、よりお金を家事代行やってもらうお金よりも自分が働いた方がですね、お金稼げたりとかするんで、そういう風になってくると、加速的にですね、より稼げるようになるんで、とにかく自己投資がですね、必要ですね。時間を買うっていう。で、さらに、その後スキルアップの勉強ですね。もうとにかくこのままじゃダメだと。もう仕事を会社潰れて、ここでしかできないスキル持っててもしょうがないじゃんっていうことにですね、気づき始めてですね、他社でも生きるスキルっていうのを勉強し始めたっていうんで、でも何やっていいのかってわからないですね。他社、ね、他の会社で何が必要なんだみたいな。最初わからないですよね。いろんな業界見たりとかしたり、転職のね、募集とか見たりとかすると、こういうスキル求められてるんだって分かったりするんですけども、最初はね、何やってもいいのかわからなかったりとかするので、でもなんかやんないと不安だっていうね。それで、とにかく何か始めるっていうのが良かったですね。僕自身はね、なんか英語ができればなんか就職に有利なような気がしてたんで、とにかく、これも動画で言ってますけど、英語を勉強してて、英会話スクールっていうか、ちょっとした英会話の、ネイティブの人との、話す機会みたいなところに行ったりだとか、あとトイックですね、勉強したりとかしてましたね。もともとトイックね、200点台だったんですけども、勉強したおかげで600ぐらいに行きましたね。なんか池早さんとか700、トイック700点はなんか楽勝だみたいなこと言ってたんですけど、僕は700まで行きませんでしたね。そういう得て増えてはあると思うんですけども、そんな感じで、英語をやってました。けどこれなんかあったかっていうと別に何もなかったんですけども、何の役にも立たなかったけど、でもなんかやるのがすごい、きっかけになったっていうか、それが最初のですね、勉強した自己啓発ですね。で、C 言語とかもちょっとやってみたりとかしたんですけれども、もう全然ダメでしたね。わからなくて。そういう失敗もいっぱいしたけど、とにかく何かやり始めるってことをやって、なかなかね、難しいんですよね。何かやり続けるっていうのは。当時からも、やったり、やめたりとか、そういうのをいっぱい繰り返しながら試行錯誤してましたね。本当ね、やってる時にこれ意味あんのかなとかね、そういうの思ったりするんですよね。これ何の意味なんだろうとか、これなんか勉強してても意味ないんじゃないかとか、またどうせ失敗するんじゃないかとか、いろいろ雑念っていうかね、そういうなんか気弱になったりとか、僕自身も当時ね、本当にありとあらゆることをやってはやめて、やってやめてみたいなやってたんですけども、それでもね、良かった。やっぱなんか続けたっていうのは良かったですね。やっぱり、仕事との両立っていうのはすごい大変なんですよね。ほんと仕事もハードに頑張りたいっていう気持ちもあるし、かといってね、でも仕事だけやってたら不安だみたいな、その狭間でですね、いろいろやってましたね。でもそれでもやっぱ、地道にコツコツやってきたっていうのはね、本当良かったのは、2008年からですね、12年ぐらいずっといろんなことを自分でやってきてるんですけど、それだけね、十数年かかったってことですよね。右往左往しつつ。
まあ、その経験ってね、まあ仮に失敗したとしても、まあこれもね、動画でよく言ってるんですけども、失敗してもね、そこから学べばですね、全然失敗ではないし、いつか何か役に立つっていうのはね、思わぬところで出てきたりとかするので、まあこの YouTube のね、こう動画撮ったりするのも、まあ仕事の会議での説明するプレゼンテーションの作成能力だとかですね、その説明したりする能力っていうのはすごい生きたりとかしているので、なんか意外とですね、仕事自体も頑張ってるといいことあったりとかするのでですね、思わぬところで何かに生きてきたりとかしますね。で、徐々にですね、バランスが取れるようになっていきましたね、僕の場合は。まあ仕事はね、やっぱ激務だったし、自分自身も手抜きたくなかったっていうか、どうしても成し遂げたいことがあったので、仕事もまあ頑張ってましたし、でも自分の時間もですね、ちゃんと作れるようになって、まあそこはね、こう、忙しい時あるけど、まあ休みをしっかり取るみたいな、バランスですね、両立できるようになってきました。で、まあ年休のね、有給休暇ですね。そういうのを切り捨てっていうのは僕自身一回もしたことなくって、もう必ず全部使い切るようにはしてましたね。周りはね、結構なんかこう、有給休み取れないよって言って、切り捨てしてしまうような人とかね、いっぱいいたんですけども、まあ、かなりレアな方かもしれないですね。仕事バンバンやりつつ、有給はちゃんと紹介してるみたいなね、ことやってたのは珍しいかもしれないですね。まあそういうなんかこう、うまく器用にこなすみたいなところは結構これで身についたかもしれないですね。で、徐々にですね、株式投資で2012年ぐらいからですね、ちょっとずつ成果が出始めて、リーマンショックの時はね、何も考えずに大失敗したんですけれども、そこから学んでですね、しっかり決算書見始めたりとか、そうだね、決算書の勉強とかもこの頃やってましたね。その頃の経験がなんか今 YouTube に生きてるっていうのがあるんで、不思議なもんですよね。株以外にもね、決算書勉強すると役に立つみたいな。で、不動産投資で2010年ぐらいからですね、物件買って、始めたりだとか、2018年ぐらいからブログとか YouTube とかでも収益上げれるようになってきたりとかしたので、そういう徐々にですね、仕事をやりながら、不動産投資とか株とかブログ YouTube、いろんなものをこうバランス取りつつですね、でも仕事はしっかりみたいなことを、長年、もう十数年かけてですね、ちょっとずつやってきたと。いきなりできないと思うので、まずはですね、今のいるところから、少しでも、自己啓発、時間を作ってっていうのは、おすすめですね。で、やっぱ今振り返ってですね、当時の自分に何て言いたいかって、いろいろ考えると、やっぱりこう、惰性でね、仕事しても、やっぱこう、報われにくい。とにかく頑張ったから報われるとか、なんか長年会社に勤めてたから、それがね、なんかこう、報われるわけではないよっていうのをですね、言いたいなっていうふうに思います。それに気づくのが、自分の場合はね、リーマンショックがきっかけだったっていうのがあるんで、ひたすらね、仕事をすれば幸せっていうわけでもないですね。かといってね、なんか仕事がね、ひたすら辛い。それで浪費するみたいな。そうすると、搾取というかですね、それはバカというか、バカっていう言葉は妥当でないかもしれないんですけれども、そうなってしまうと、結局自分のためにはならないし、本当に無駄にですね、どんどん消費ばっかしてしまって、浪費をですね、してしまうと。で、税金がアップしたりとかですね、終身雇用崩壊で絶対起こるので、医療費アップとかですね、絶対同じことを繰り返していると、絶対この先ですね、辛くなることは僕はそう予想してると。なんかね、ひたすらお金が空から降ってくるみたいな、みんな、日本中の人がハッピーになるようなね、ことになればいいんですけどね、ちょっとそれは考えにくいですよね。政治が変わればとか、何かが変わればとか、ちょっと期待はあるのかもしれないですけども、それ今、いきなりね、こう、世界にね、こう、負けてる状況とか、この少子高齢、すべてがうまく解決するような方向ってなかなかないのかなっていうふうにちょっと思ってます。で、とにかく自分自身で稼ぐっていうのはね、スキルがすごい重要になると思ってます。なので、当時のね、自分に対しては、すごいいろいろなことやっぱ挑戦して、本当にね、良かったなっていうし、早くね、いろんなことを挑戦した方がいいよってことで、伝えたいなと思ってます。なので、一つのことですね、を極めて生き残るっていうのはやっぱいきなりすごい難しくはなってきてますよね。本当にね、時代の変化が早くなってきているんで、ちょっと10年前はこうだったとかね、ほんと10年前にスマートフォン出始めたぐらいですからね、15年前とかね、一部ね、ブラックベリーとかありましたけれども、日本でスマートフォンってね、全然なかったような時代なので、ほんとこんな劇的にですね、10年で変わるっていうのはね、しかもその変化がですね、その10年で変わる変化の波がより大きくなってきたっていうのは感じますよね。だから、同じことやってて、それで極めたって言ってもですね、それがいつまでも通じるとは感じないなと思ってます。で、やっぱ惰性で過ごした時間っていうのは返ってこないですね。なので今までね、こう、もし今日動画見てきっかけでもう自分は遅いかもって思う人もいるかもしれないんですけども、でも
それはですね、違くて、今これを見て、なんかこう、自分で変えようと思った瞬間がですね、それもう最高の始め時なので、すぐ始めるといいですし、まだね、人生、例えば50だとしても30年ぐらいあったりとかするんで、全然いつから始めても遅くはないかなって思います。たまたまそれを見たのがいつかっていうのと、思って始めようと思った時が、人によって違うっていうだけなので、人と比較するものでもないのでですね、全然気にしなくていいかなと思います。で、惰性で、それね、人生どういう風にしたいかって人それぞれなんですよね。全然惰性で過ごして、何も考えずにですね、稼いでも使って、そういうのも全然ありだと思うんですよね。それが良い悪いっていうのは全然その人それぞれの価値観なので、ただ、やっぱり自分としては、その夢を持ってですね、こういう風になりたい、将来こういう風になりたい、それを実現するために日々目標に向かってですね、で、本業も楽しく、副業も楽しくっていう方が自分としては充実しているなと思ってるんで、そういう道をですね、やりつつ、この YouTube を通していろんな人に自分の生き方みたいなのを伝えたいなと思ってやっていますね。で、初めはやっぱうまくいかないっていうのは当然なんですね。結構難しいです。自分で稼ぐって。なかなかうまくいかないし、楽して儲けようっていうのはほぼ詐欺だったりするし、それで稼げるものはね、ないんで、注意が必要なんですけども、それが当たり前なのでですね、ちょっとずつでも勉強していけばいいなっていうふうに思ってます。でもおすすめの方法なんですけれども、今日のアクションプランですね、何やったらいいかっていうと、やっぱりまず自分の時間作るっていうのがいいと思います。本当にね、自分の時間を作って、そこからですね、その時間を何に使おう。もう趣味に行きたければ趣味に行ってもいいと思うんですよね、全然。それはそれで全然人それぞれ幸せが違うんで、自分の時間を作るってね、もう仕事をずっとやって、それでもう疲れ果てて、でも仕事が嫌でしょうがなくって、それで、土日はひたすら休みの日は寝てたりとかして、浪費して過ごすみたいな、それはね、そういう人生は良しとする人は別にいいんですけども、あんまりお勧めはしないっていうか楽しくないと思います。で、浪費をやめて、お金を勉強してですね、ちゃんと正しく貯めてですね、で、ちゃんとね、自分に貯めたものを、もうそのまま貯めてもです、貯めすぎてもしょうがないので、ちゃんと自分に投資して、さらにね、加速してですね、夢を近づける、実現するために環境を買ったり、ルンバ買ったりとかですね、僕はそういう風にしてきましたと。で、スキルアップの勉強をして、何がいいかわからないと思うので、とにかく動き始めてですね、何かをやるっていうのと、あとは、一人で閉じこもってると気がおかしくなったりするんで、とにかく情報発信したりとかですね、いろんなとこ行って仲間見つけたりとかね、そういったことをすることで、自分自身ですね、かなり加速して、今みたいにですね、サラリーマンを、ちょうど1年前ぐらいまでサラリーマンってなんですけども、サラリーマン辞めて、自由な暮らしをですね、しつつ、で、今はですね、また違う夢をですね、追っかけて、さらにサラリーマン時代より忙しくなってるんですけども、いや、それは自分がやりたいから好きでやってるだけなので、そういう楽しいことをやってるっていうことなんですね。そういうすることで、本当にですね、ただ単に仕事が嫌で、ずっとですね、堕落した生活をしていたところから、十数年かけてですね、こういう風に、自分はなってきた。当時思うと、本当ね、仕事で搾取されてたっていうか、それは搾取取るか、普通に何も考えずに生きていったんですけども、そこからですね、切り替わったってことで、今日のね、自分の体験が役に立てばいいなっていう風に思って解説しました。で、実際ね、お金の勉強とかどうしたらいいかって再生リストでお金の授業とかですね、あと実際に社会人のお金を稼ぐ方法って再生リスト作ってるんで、よかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとかお金の勉強方法とか役立つ情報を発信していってるんで、もしですね、引き続き勉強したいなと思う人は、ぜひチャンネル登録をしてみてください。で、またですね、いつも高評価、コメントありがとうございます。役に立ったらですね、SNS とかシェアしていただけるとすごい嬉しいです。またですね、Twitter で有益な情報を発信してるんで、ぜひフォローしてみてください。どうもありがとうございました。ウィー。新しい PC が来ました。イェーイ。イェーイ。